皆さんお久しぶりです。また猫さんです。前回、双子のパラドックスを使って相対性理論について紹介しました。物が光の速度に近づくと、外から見ている人が感じる時間に比べて、動いているものに乗った人の時間が遅くなるという不思議な現象が起きます。するとロケットに乗って宇宙の彼方に旅立っていった宇宙飛行士が、数年後に地球に戻ってくると、そこでは時間がすでにたくさん経っていて、自分以外はみんなおじいちゃんになっちゃっていたなんて世界を見ることになります。これは光の速度がどの完成形から見ても一定であるという、高速度不変の原理が原因で、相対性理論によって明らかにされます。相対性理論を作る上での前提、公理には実はもう一つあって、それを相対性原理と言います。さっきの例では宇宙飛行士はロケットに乗って地球から遠ざかっていきましたが、逆に地球の方がロケットから遠ざかったと考えたとしても、原理的には全く同じだ、というのが相対性原理の考え方です。そうすると、光に近い速度で動いていったのは地球の方になり、光の速さで物が動くと、動いているものの時間が遅くなるなら、地球がロケットの元に帰ってきた時に時間が遅くなっているのは地球の方なので、年を取っているのは逆に宇宙飛行士の方だ、ということになるわけです。この矛盾のことを双子のパラドックスと言います。もしまだ前回の動画をご覧になっていない場合は、ぜひとも概要欄からご視聴ください。ところでこの話の中で、当たり前のように光の速度に近づいて移動すると、時間が遅れるなんて言っていましたが、いや、なんでそんなことが起こるのかなってやっぱり不思議に思いますよね。速度、速さの話をしていたのに、いつの間にか時間の話になってるし、相対性理論ってなんだかすごく難しい話のように聞こえるし、実際難しいんですが、ただ実は、時間が遅れることに関しては、小学校6年生で習う距離や速度の関係と、中学校3年生で習う三平方の定理、あとは平方根を使って説明することができます。それを使うと、例えば光の速度の 80% で動くものは、外から見た人に比べて時間の進み方がだいたい 0.6 倍に、90% で動いていたら 0.45 倍くらい、つまり半分以下まで遅くなるのですが、そんな計算が自由自在にできるようになります。ちょっと楽しそうですよね。そんなわけで今回は相対性理論で出てくる時間の遅れについて紹介したいと思います。ということで今回のテーマはこちら。ででん。相対性理論の時間の遅れ。光の速度に近づくとなんで時間が遅れてしまうのか。どのくらい遅れるのか。そして日頃暮らしていく中ではなんで時間が遅れるなんてのは起きないのかを解説してみたいと思います。ではレッツゴー。今回は光の話に入る前に、もっと現実的なシチュエーションから始めます。電車に乗っている A 君が、ボールを真上に投げたとします。もし電車が安定して走っていたら、正しく言うと加速や減速をしていなかったら、真上に投げたボールは A 君の手元に落ちてきます。ボールにかかる力は手が真上に投げ上げた時の力と、下向きにかかる重力だけですので、ボールは真上に上がって、真下に落ちてきます。A 君は電車の中だろうと駅のホームであろうと、電車が安定に走っていれば、ボールをお手玉することができます。次にそれを電車の外の B 君が見たとします。ボールは A 君の手から離れて一旦高く上がった後、落ちてきてキャッチされます。ここは変わりません。ただ電車は動いているので、A 君がボールを投げた場所とキャッチした場所は違う場所になります。なのでボールの道筋としては、こんな感じになるんじゃないでしょうか。電車の中と外で、ボールが動く道筋、軌跡が変わります。これはこれで不思議ですね。なぜこんなことが起きるんでしょう。結論を先に言ってしまうと、これは見る人によって感じる速度が変わっているからなんです。A 君が下から上にボールを投げた時の、初めの速度を V0 とします。ボールには重力がかかるので、少しずつ徐々に速度は小さくなり、最高点に達した時に0になります。そこまでに時間が t 秒経ったとします。B 君が外から見ると、やはり同じように A 君は初速度 V0 でボールを投げますが、同時に電車が動いていることに注目してください。電車の速度を V としましょう。そうすると、
ボールは真上に初速度 V0 で動くと同時に、横向きに V で動くことになります。ということは、ボールの速度はこのように斜めになります。A 君の時と違いますよね。そして時間 t 秒が経った時、ボールは最高点に達しますので、ボールはここまで移動します。なんですが、同時に横方向に VT だけ移動しますので、そのせいでボールが動いている距離が違うということになるんです。上方向だけ注目すると、先ほどと同じ高さまで動いています。見る人の状況によって速度というのは変わるようなんです。速度は相対的です。逆に空間の長さや時間は誰が測っても同じ量です。長さや時間は絶対量です。次に同じことをボールじゃなくて光に変えてやってみます。が、ここで忘れてはいけない条件を一つ。高速度不変の原理を用意しておきます。高速度不変の原理は、誰が見ても光の速度は同じだ、という原理です。光の速度はどの完成形から見ても同じ値を持つので、速度を表す V の記号の代わりに、特別な記号、C を使いたいと思います。ラテン語で速さを意味する、セレリタスの C です。これは光の速度です。電車の中で、天井に向かって光を発射します。光は質量が0なので、今度は重力はかからず、等速直線運動になります。光を出したところから天井までの距離を L、速度を C、時間を t とすると、距離は速度かける時間なので、L イコール ct となりますね。ところで皆さん、距離と速度、時間のこの関係式、どうやって習いました？私は木の下のじいさんばあさんと習いました。木が距離、時間がじいさん、速さがばあさんで、木の下にじいさんとばあさんを書きます。ここを割り算にして、ここを掛け算にします。もし距離が知りたいなら、距離を手で隠して、時間かける速度。もし速度が知りたいなら、速度を手で隠して、距離割る時間と計算します。いろいろ覚え方があるみたいですが、これ、覚えやすくていいですよ。木の下のじいさんばあさん。もしよければ、お友達にも教えてあげてください。電車の話に戻ります。電車の中では L イコール ct でした。光に変えても A 君から見たら L イコール ct で間違いありません。これを今度は電車の外の B 君から見てみます。光は下から上に速度 c で動きますが、同時に電車は速度 v で横方向に動くので、動く距離はルート c2 乗足す v2 乗 t となります。ここで電車の速度は光よりもずっと遅く、つまり v は c よりもずっと小さいので、ルート c2 乗足す v2 乗はほとんど c と同じになります。そうすると、距離はやはり L イコール ct となります。電車の中から見ても外から見ても、電車の下から上までの長さは L で同じです。次に電車をロケットに乗り換えて、もっと早く動かしてみます。ロケットの中の A 君から見た光の道筋は先ほどと同じで、距離が L、速度が c、時間が t なので、L イコール ct となります。これを B 君から見ると、光の道筋はこのように斜めになります。電車の時と違って、ロケットがすごく速かったとすると、ロケットの速度 v を無視できなくなります。ボールの例の時は、速度が見る人によって変わるので、ボールの軌跡が変わりましたという説明をしましたが、光の場合は、高速度不変の原理によって、高速度が一定になっていますので、c は変えられません。そこで代わりに、時間 t を変えておくことにしましょう。A 君の時間と B 君の時間を変えるということです。時間を絶対量から相対量に変更しました。A 君の時間を ta、B 君の時間を tb と書くことにします。A 君の見た光の道筋は L イコール cta となります。また B 君の見た光の道筋は ctb となります。ロケットは速度 v で動いていて、それはロケットの外の B 君にしか見えないので、ここの長さもやはり tb を使って vtb となります。この直角三角形に三平方の定理を使います。三平方の定理は、斜辺の2乗はその他の辺の2乗の和に等しいという定理です。ピタゴラスの定理とも言います。すると、ctb の2乗イコール cta の2乗足す vtb の2乗という式が一つできます。ta で解いてみましょう。ちょっと省略しますが、ta イコールルート 1-c 分の v の2乗かける tb となります。A 君の時間と B 君の時間、
どれくらい違うかがわかりました。A 君の感じる時間は、B 君の時間のルート 1-C 分の V の2乗倍になります。このルート 1-C 分の V の2乗の逆数のことを、ローレンツ因子と言います。ロケットはどんなに加速しても、光の速度を超えられないことを考えると、この部分は必ず0よりも大きく、1よりも小さくなります。ロケットの中の A 君の時間は、ロケットの外の B 君の時間よりも必ず短くなるということです。これを使うと、ロケットの速さに対してどのくらい時間が遅れるかを計算できます。例えば先ほどの例で、ロケットが光の速さの 80% だったとすると、ta イコールルート 1-c 分の 0.8c の2乗× tb となりますので、ta イコール 0.6tb と計算できて、0.6 倍の時間で流れることが計算できるようになりました。これを使えば何だって計算できます。ぜひ、今度は光の速さの 90% で動くロケットの時間の遅れを計算してみてください。ちなみに、ロケットじゃなくて電車のように、速度がすごく遅かった場合は、C 分の V がほとんど0になり、ta イコール tb になりますので、相対論効果が現れない領域でも、この公式を使うことができます。よくできています。何度も言っていますが、相対性理論によって時間がずれるのは、一般的には速度というものは見る人によって値が変わる、相対的な量であるのに対し、光の速度だけは誰がどのように見ても値が変わらない、絶対的な量であるというのを、認めていることが原因となります。相対性理論ではそもそもなぜ光の速度が一定なのか、ということには言及していないことには注意してください。そんな相対性理論を認めると、他にも常識を変えなくてはいけないことが出てきます。例えば同時の概念とか。またロケットの中の話です。こんなことを考えます。ロケットの中で光を左右同時に発射します。ロケットの前側と後ろ側には光を検知する機械、光検出器をつけておきます。そして光検出器は光を見つけたら、その瞬間に音を鳴らして知らせてくれるとします。もし機械のど真ん中で光を発射したら、光は同時に左右に向かって飛んでいきますから、光検出器は全く同じタイミングで光を検出するので、音は同時に聞こえるはずです。その様子をロケットの外で見ています。ロケットは動いているので、光が発射された後、前側の光検出器は光源から遠ざかり、後ろ側の光検出器は光源に近づいていきます。そうすると当然、光は後ろの光検出器の方に先に入り、少し遅れて前の光検出器に入ります。なので光検出器からの音は後ろ側が先になり、少し遅れて前側が鳴るはずです。ロケットの中と外の二人は全く同じ現象を見ているはずなのに、ロケットの中の人は音は同時に鳴ったと言って、外の人はずれて鳴ったと言います。これはどちらが正しいのでしょうか。双子のパラドックスの時のように、どちらかは間違っているのでしょうか。今回の話には全く間違っていることはありません。ロケットの中の人は確かに同時に音が鳴るのが聞こえるし、ロケットの外の人は確かに音がずれて聞こえます。想像しやすくするために音を使いましたが、これは音が鳴って耳に届くまでの時間が違うからという話ではありません。光が検出器に届くまでのタイミングで考えても同じです。中の人から見ると光は同時に届き、外の人から見ると光はずれて届きます。全く同じ現象を見ているのに、つまりロケットの中と外で、同時と感じる現象が違うということです。ロケットの中では検出器が音を出したのは同時でしたが、ロケットの外では同時ではなかったんです。ロケットの中の同時は、外では同時ではなくなるんです。例えば地球で夜空を見たとき、二つの星が同時に超新星爆発をして壊れてしまったのを見たとしても、遠い銀河の果てにある地球型惑星で、そこで誰かが同じ超新星爆発を見たとしても、その爆発のタイミングは同時ではない可能性があるということです。相対性理論の効果が現れると、同時が共有できなくなります。不思議ですね。相対性理論を学んでいくと、どんどん常識を変えていく必要があります。常識を変えるのが難しいと思うか面白いと思うかは人それぞれですが、この世の自然に相対性理論があるのは事実です。
ということで、今回の内容をまとめたいと思います。相対性理論は、すごく速いものを扱う時に現れる現象を説明する理論です。これを認めると、光の速度に近いくらい速く動くものは、動いていないものに比べて時間の経ち方が遅くなります。これは本来相対的な量であったはずの速度が、光の速度に関しては絶対的であるために、本来絶対的な量であったはずの時間が相対的な量になるために起こります。物が光の速度に近づけば近づくほど時間のズレは大きくなり、ta イコールルート 1-c 分の v の2乗 ×tb という式で計算することができます。このルート 1-c 分の v の2乗の逆数をローレンツ因子と言います。物の速度が十分に遅くなると c 分の v がほぼ0になるので、相対論効果がなくなります。ですが完全に0になるわけではないので、正しく実験をすれば時間の遅れを観測することができます。相対性理論を使うと、それまで絶対的と思われていた時間や空間が相対的なものになります。今回は時間の相対性ばかり説明しましたが、実は空間の方も相対的になります。次回はそのあたりをまたご紹介できたらと思います。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療のための物理学や放射線に関するテーマを、少しずつまったりと紹介していく予定です。放射線治療をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。